緊急事態宣言以降、全国、最初は首都圏と、大阪、福岡でしたけども、飲食店が閉鎖になったり、休業になったり、それから時間短縮になったり、デリバリーだけのお店になったり、非常に苦境にあえいでおります。本当に私ども知ってる顔がね、何人も何人も浮かぶんですよ。飲食店さんの顔がね。で、私らが無責任なことは言えませんけど、本当にこの苦境、もう頑張って耐えてくださいというしかないなと。というのは何でかというと、飲食店というのは、日本の飲食店は本当にバラエティに富んでリーズナブルで、世界に誇る、本当に日本の食の魅力は、やっぱり多彩な飲食店が支えてるんですよね。だから、ぜひ頑張ってほしいなというのが私どもの気持ちです。で、それと同時に、飲食店さんだけじゃなしに、そこの飲食店さんに出してる肉とか魚とか野菜とか、そういったものを飲食店さんに、お届けしている生産者の方が苦境に陥っています。実際、その飲食店さんが閉まってる、閉鎖してるから時間短縮してるわけですから、そこに届けられないわけですね。で、やっぱり生産者の方たちもですね、悪いことにいい優れた食材を作ってる、そういう方ほどね、飲食店さんのウエイトが高いんですよ。だから、もうこれは何でもそうですけど、ビジネスってやっぱり安かろう悪かろうの方が儲かりますよね。いいものを作るって本当に結構コストかかる。そういった形で、でもそれでも歯を食いしばりながら日本の食を支えてきてくれた、そういういろんな生産者の方が苦境に陥っている。これも皆さん方にですね、ぜひご縁があったところでお話がかかってくる業者の方いらっしゃったらね、ぜひこれも助けてあげていただきたいなと思います。私どもいろいろ取り寄せでですね、野菜とか、肉とか、もう買いに行けませんからで取り寄せたりしてるんですけど、そんなことで、ただ私どもも人のことを言ってる状況じゃないんですね。酒も同じ状況。まさに私どものお酒を売っていただいてた飲食店さんがかなり占めてるわけですから、非常に困ってるわけです。それでただ実際売り上げが落ちるということに対して、それを耐えるのは、踏ん張っていくのは、これは私ども自身の仕事ですから、これは仕方がないことだと、私ども自分でやるだけと思ってるわけですけども、ただやっぱり悩ましい問題があります。それは私どもが売り上げに合わせて生産をある程度調整していくと、山田錦、脱菜は山田錦しか使いませんから、山田錦の購入量が、少なくとも今年はそのまま計画通りいきますけども、来年の購入量とかで再来年の購入量が落ちていくんですね。で、これはですね、非常に山田錦の産地に対して与える影響が高いんですよ。で、これを何とかしないといけない。で、しかも、全国緊急事態宣言でも、飲食店さんのそういった苦境はもう、首都圏、都市圏だけじゃなく全国に行ってるでしょう。だから、本当に大きな問題になってます。そんな意味でですね、山田錦の田んぼを守るためには、なんとか私ども増やさなきゃいけないと思ってるわけです。で、そのためにはですね、私は、例えば、これ山田錦ので作ってる甘酒ですけど、こういったものも作ったりですね、なんとかして、数量を支えようとしているわけですけど、まだまだ焼け石に水の状態。でもね、本当山田錦の田んぼがですね、一旦ね、もう荒れ地になってしまうと元に戻らないんですよ。いい田んぼほどね、やっぱりその後の影響って大きいんですね。私どもが5、6年前に
山田錦不足の時に、もうとにかくいろんなところに行って、山田錦作ってくださいよとお願いして。で、だけどなかなかやっぱり荒れ地になった田んぼって元に戻らないんですね。昔はいい田んぼだったけどなと言っても元に戻らない。そういうことなんでですね、ぜひね、山田錦の酒を飲んで、山田錦の田んぼを支えてほしいな。で、獺祭だけと言いたいんですけど、これは言えないと思います。いいお酒を、いい純米大吟醸。そしてそれと山田錦だけじゃなしに、いいお米、他にもいっぱい全国にありますから、そういったいいお米を使って作った純米大吟醸とか、いいお酒、純米酒、純米吟醸、そういったものをですね、ぜひね、皆さん方に飲んでいただきたいな、そう思います。で、セールストークじゃないですけど、やっぱり日本酒はありがたいことに割安ですよね。純米大吟醸といえどもね、やっぱり割安ですよね。これはある一部のマーケッターの方なんかに言いますと、日本酒はブランド構築努力を怠ってた。間違ってたから、安売り競争ばっかりやったから安いんだ。ワインみたいにちゃんと何百万もするようなワインとかシャンパンとか日本酒は届かないだろうとよく言われることもあるんです。でも、確かにそれはそうかもしれませんけど、やっぱりね、本当に日本酒って安いんですよ。これ、私どもの純米大吟醸45という、お酒ですけど、これ4合瓶、毎夜ワインのフルボトルと大体ほとんど一緒ですね。720ml ですから、1650円。実際、それは他の酒蔵でもね、そんなに価格的に違いはないですから、ぜひね、こういう、お酒を時には食卓にあげていただいてもいいんじゃないかなと思います。で、それともう一つご注意いただきたいんですが、獺祭に限って言いますと、やっぱり例えばスーパーとか大型ショッピングモールとかそういうところには、ショッピングセンターとかそういったところには獺祭ないですよね。あってもちょっと高めですよね。正規の取扱店じゃないですから。私どものホームページには、正価で買える正規取扱店の名簿が載っております。全国で600店ちょっとぐらいあるかな。ぜひですね、見ていただければ、あると思いますので、そちらで、それと同時に私よく言うんですけど、町のお酒屋さんというのはね、やっぱり地域を支えるね、一つのね、大事な事業体ですから、ぜひそこもですね、覗いてみてやってほしいし。から、もう一つ、そういったお店は獺祭だけじゃなしに、他にもいいお酒をたくさん揃えてますから、獺祭もいいけど他の酒も飲みたいよという時にですね、そういうお酒屋さんに行くとですね、他のバラエティに富んだいいお酒もあると思います。そちらの方もお願いしたいな。で、最後に、これは、もう実際にそのお酒を飲む時に、やっぱりご家族と、それから、もしかすると、恋人かもしれないし、パートナーの方かもしれないし、それからおじいさんかもしれないし、おばあさんかもしれない。で、もしかすると一人で自分自身を相手に、飲まれるかもしれませんけども、ゆっくり適量を飲んでいただきたいな。やっぱりたくさん飲むのがいいんじゃない。ゆっくり適量。自分の心を広げながらゆっくり飲んでいただきたいなと思います。それからこれは秘訣があると思います。私にもなかなかできないことなんですけども、ぜひその一緒に飲んでいらっしゃるお相手から、さっき言ったもしかすると自分ご自身かもしれませんけども、そのお相手をですね、褒めながら、称えながら、それから我が子を褒めながら、よく頑張ってるねって褒めながら、ぜひ飲んでいただいたらですね、獺祭の美味しさは2倍になると考えております。ぜひ試してみていただいたら
で、もう本当に最後20分ちょっとのはずがもう30分になっておりますけども、最後にですね、今この時期に地球上で共に皆様方とあれて一緒に戦えることをですね、本当に心から誇りに思うし感謝しております。大変ありがとうございます。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございます。